大江健三郎さんは1994年にノーベル文学賞を受賞しました。彼の人生と作品は、障害を持つ息子、光さんとの共生から大きく広がります。この共生は、不変な人類愛や戦後日本への批判、各時代の平和主義というテーマへと昇華しました。まず2つの衝撃をご紹介します。一つは1963年に生まれた長男、光さんです。光さんは先天性の脳ヘルニアという重い障害を抱えていました。医師は、施設に入れた方が良い、と助言しましたが、大江さんはそれを断固として拒みました。光さんを自宅で育てることを選びました。この選択は、単なる親の愛情を超えて、社会が排除しようとする、非生産、な命に対する倫理立場を示すものでした。もう一つの衝撃は広島への訪問です。光さんの誕生直後、大江さんは原爆の被爆者と出会いました。彼らは医学に無力さを認めながらも、生き続ける意志を語っていました。その姿に大江さんは深く打たれました。被爆者は医師の支えを受けて尊厳を守り抜いていました。この経験は、個人な苦悩と国家の暴力の記憶が交差する瞬間でした。光さんの障害と被爆者の体験が重なり、共生という倫理の原点が形成されたのです。この2つの経験から、大江さんは、障害児は異常でも欠陥でもなく、人間の多様性そのものだ、と語りました。医師が提示した施設への収容は、社会が、非生産、な命を排除しようとする構造の象徴でした。大江さんはそれを広島の記憶に照らし合わせて拒否しました。この拒否は、単なる親の愛情を超えて、戦後日本が回避してきた、責任、と、共存の倫理への挑戦となったのです。大江さんはノーベル講演、曖昧な日本の私で、私の息子は、私の内なる広島である、と語っています。ここに個人体験と歴史体験が不可分に融合した瞬間があります。光さんの存在は、大江さんの文学が、個人の苦悩から人類の倫理へと昇華するための媒介となりました。作品全体に流れる、反戦、反核、障害者への共生というテーマの根底に光さんは位置づけられました。次に、不死の日常に根ざした実践な共生についてお話しします。光さんは幼少期から鳥のさえずりに強い関心を示し、独自の作曲活動を始めました。代表作とされる、鳥の道を行く、は自然音の記憶と感覚に基づいています。大江さんはこの音楽世界を文字に翻訳し、小説やエッセイに取り入れました。音を文字化することで、光さんの内面世界を他者と共有しようとしました。光さん自身の修正要求も取り入れた双方向なプロセスでした。不死は毎日のように森や川辺を散歩し、光さんが聞く自然音を大江さんが記録、解釈しました。その結果、光さんの楽譜は文字化され、感覚の共有が文学表現へと昇華しました。光さんの演奏会は複数回開催され、大江さんは同席して観客に音楽の背景や不死の関係性を語りました。私領域で培われた共生の実践を公な場で可視化することで、共生は抽象な理念ではなく具体な行為として提示されたのです。晩年に執筆した。では、光さんの存在と音楽が重要なモチーフとして織り込まれました。この作品は個人体験を普遍テーマへと拡張する試みの集大成です。光さんは成長とともに自ら旋律を作り、多くの人々の心を癒す存在となりました。大江さんはそれを、癒し合う親子の共生、と表現しました。これにより、障害者支援の枠を超えた相互な精神支え合いの在り方が示されました。ここまでのエピソードは、読売新聞と NHK スペシャルに基づく事実です。大江さんの長編や評論活動、天皇制、沖縄、原発への具体な発言は資料に記載がありません。そのため、本校では、共生の概念が個人体験から普遍倫理へと昇華した点に焦点を当て、政治文脈への展開は控えます。次に大江さんが残した弱さの哲学について考えます。大江さんは障害を欠如や異常
と見る社会偏見に対し、むしろ弱さこそが人間の本質であり、そこから真の連帯と平和が生まれると主張しました。この逆説倫理は各時代の平和主義と密接に結びつきます。光さんの存在は核兵器による非人道破壊と障害という形で顕在化する弱さを結びつけ、被爆者、障害者、核被害者という連関視座を提示しています。大江さんの死後、その遺産は文学研究、平和運動、障害者権利運動などで継承されています。文学研究では障害表彰と倫理書記の方法論として再評価が進みます。平和運動では、被爆者、障害者、核被害者という三層構造が強調されます。ケア民主主義の文脈では、共生を制度、文化インクルージョンへと拡張する議論の源泉として参照されています。今後の研究課題は3つあります。第一に大江文学における沈黙と代弁の倫理を現代のコミュニケーション支援技術やアクセシブルな表現メディアと結びつけて再検討することです。第二に作家としてのケアする主体をジェンダー、家族政策、福祉国家の変容と照らし合わせて分析することです。第三に核兵器禁止条約成立以降の国際情勢において、大江の平和思想が持つ規範意義を再定義することです。さらに光さんの音楽活動を含む非言語表現の政治性、未可能性を障害芸術のグローバルな潮流と接続して考察することも重要です。最後に大江健三郎さんと光さんの共生を振り返ります。光さんという内なる広島との共生は個人体験に止まらず、戦後日本が背負う歴史責任と各時代の倫理課題を問い直す鏡となりました。光さんの音楽が奏でる旋律は傷ついた世界に慰めと希望をもたらします。大江さんの筆はその旋律を文字に変えて、読者に新たな共感と連帯の可能性を提示しました。私たちがこの物語を聞くとき、障害という弱さが排除ではなく、共生という強さへと変わる瞬間を目の当たりにします。光さんとの共生が示す時間重層性について掘り下げます。大江は父と子の関係を血縁だけでなく、時間という概念を介在させた世代間対話のモデルと位置づけました。光さんが幼少期に経験した雨音や風のざわめきは、成長過程で言語化されるときに、大江自身の戦争体験や原爆後の社会トラウマと交錯します。この交錯は作品、個人の歴史に見られるように、個々の記憶が集合記憶へと変容するプロセスを示唆します。大江は光さんの旋律を、時間の糸と呼び、そこから引き出されたリズムが戦後日本の忘却と記憶の二律背反を埋め合わせる鍵になると論じました。この理論は国内外の学術会議でも注目を浴びました。フランスの哲学者ジャン・リュック・ナンシーが提唱した共鳴存在論と類似点が指摘されています。ナンシーは他者との共鳴が自己の存在を再構築すると述べましたが、大江は障害という他者性を通じて実証に示した点で独自の貢献を果たしました。光さんの音楽は感覚刺激に止まらず、聴衆の潜在意識にある未処理の歴史傷跡を揺り動かす装置として機能します。結果として聴衆は自らの歴史立場を再評価する契機を得ました。光さんが高校時代に参加した自然音録音クラブは、黎明期のフィールドレコーディング技術と結びつき、地域社会への音響インパクトを生み出しました。山間部の里山で四季折々の鳥鳴きを収集し、アナログテープに保存しました。それを地元小学校で音の授業として公開しました。この試みは感覚教育の先駆けとなり、後にサウンドエデュケーションという新たな学問領域の礎となりました。大江は自著音の倫理で音が持つ倫理媒介性を強調しました。音は言語以上に直接感情や価値観を伝えるとし、障害者が内面世界を表現する手段として音楽を推奨しました。社会全体が音を通じて相互理解を深めるべきだと主張しました。
この思想は70年代後半の音楽療法運動と合流し、障害福祉の現場で実践に取り入れられました。東京郊外の福祉施設光の森では、光さんが開発した自然音即興法がカリキュラムに組み込まれました。利用者は自らの身体感覚と環境音を結びつけるワークショップに参加しました。盲目の画家田中氏は光さんの指導で音の色彩を視覚イメージへ転換し、新たな抽象画シリーズを完成させました。この事例は音と視覚身体感覚が相互に補完し合い、障害という固定概念を超えた創造可能性が開かれる好例です。大江は78年に開催された国際障害芸術祭で基調講演を行い、その講演稿は後に強制の音声学として出版されました。音声が可視化できない感情の代弁者として機能することを示し、特に沈黙の意味を再定義しました。従来の文学批評が文字情報に依存していたのに対し、大江は音のテクストを新たな解釈対象とし、障害者が生成する非言語コミュニケーションを正当な文学資源として認めました。この転換はポストモダンの潮流とも呼応し、文学と音楽、身体とテクノロジーが交差するハイブリッド表現が台頭しました。特に光さんが92年に制作した電子音楽アルバム、回帰する波形は、デジタルシンセサイザーと自然の音をそのまま録音したフィールドレコーディングを組み合わせたこの作品は、聴く人に時間の巡りと空間の広がりを同時に感じさせる不思議な構造をしています。このアルバムは日本だけでなく海外のアートイベントでも高く評価されました。フランスのパリにあるサロンド・アート・ヌーベルでは、身体と音が共鳴し合うことをテーマにした展示のメイン作品として飾られたほどです。大江さんもこの展示に同行し、開幕式の講演で、音は文字の限界を超えるものだと語りました。音を文字に書き起こすことは、単なる翻訳ではなく、感覚な真実をもう一度作り直すことなのだと、聴衆に強く訴えかけたのです。また、光さんの音楽活動は、国連の障害者権利条約という国際なルールの作られる過程にも影響を与えました。1995年に開かれた国連の特別会合で、光さんが演奏した鳥の道を行くという曲の録音が映像資料として使われました。これにより、障害を持つ人が文化な表現に参加する権利がいかに大切かが具体に示されたのです。この映像は、条約の案に文化包摂という項目が追加される決定な理由の一つになったと言われています。大江さんは、こうした国際政治の舞台に作家としての視点を持ち込み、障害者の声が政策に反映されるべきだという主張をさらに強めました。さらに、1994年にノーベル文学賞を受けた後、大江さんは受賞講演で、弱さこそが力の源であるというテーマを再び掲げ、核兵器をなくすための具体な提案を行いました。彼は、光さんの音楽が持つ脆さと共鳴の関係を、核抑止論に当てはめて考えました。核を持つ国が抱える安全保障の不安定さを、音楽な緊張感に例えて表現したのです。この講演は世界中のメディアで報じられ、核軍縮運動の新しい象徴として光さんの曲が引用されるきっかけとなりました。特に、欧州連合の核兵器禁止条約の交渉では、光さんの楽譜が背景音楽として流れ、参加者の緊張を和らげるのに役立ったという証言も残っています。大江さんと光さんの関係は、単なる父と子の枠を超えて、世代間で倫理をどう引き継ぐかというモデルとして、学術にも研究されています。東京大学の松本教授は、2020年に発表した論文で、共生遺伝子という題をつけ、共感する能力が遺伝子レベルで伝わっているのではないかという仮説を示しました。光さんが持つ感覚の鋭さが、父親である大江さんの神経に影響を与え、その結果、大江さんの創作活動に新しい感覚の層が加わった可能性を指摘したのです。この研究は、文学と神経科学という異なる分野の対話となり、障害と創造性の関係に新しい光を当てました。また、最近ではデジタルアーカイブ化が進み、
光さんと大江さんが共同で残した音声や映像の資料がインターネットで公開されるようになりました。これらの資料は、音声を文字に変換するシステムによって自動に書き起こされ、研究者だけでなく一般の人も検索して利用できるようになっています。このプラットフォームでは、光さんが即興で作った短いフレーズにタグが付けられており、利用者が自分の感情や体験と照らし合わせて、自由に解釈できる仕組みになっています。大江さんは晩年、このようなオープンな公開の重要性を強調し、強制とは閉ざされた空間だけで完結するものではない、公共の場で共有され、作り直されることで初めて、本当の倫理な価値を持つのだと述べました。このように、光さんの音楽と大江さんの文学は、個人の体験を超えて社会の仕組みそのものを問い直す、実践な哲学となっています。その影響は3つの軸で整理できます。1つ目は、感覚な共鳴による倫理の作り直しです。音と文字が補い合うことで、障害という他者性が、単なる欠如ではなく、新しい感覚な資源として再評価されます。2つ目は、公共の場への感覚な取り込みです。音声データの公開や教育現場での音楽療法の導入が、社会全体の感覚な理解力を高めることにつながります。3つ目は、平和の倫理と核廃絶への芸術な訴えです。光さんの音楽が核兵器の破壊な恐ろしさを感覚に伝え、平和運動の感情な土台を強くします。今後の課題としては、まずデジタルな感覚表現に関する倫理なガイドラインを作ることが挙げられます。AI 技術を使った音声合成やデータの解析が進む中で、障害者の表現が商業に利用されるリスクが高まっています。大江さんが残した弱さの哲学に基づき、データの所有権や利用目を透明にし、本人の意思を尊重する仕組みが必要です。次に、国際な比較研究を深めることです。世界各国にいる光さんのような障害を持つ芸術家の事例を比べ、共生の実践が文化や政治によってどう変わるかを分析すれば、世界共通の共生モデルが作れるはずです。最後に、各時代の倫理教育を作り直すことです。大江さんの文学と光さんの音楽を教材にし、感覚な体験を通じた平和学習プログラムを開発すれば、次世代に抽象な概念ではなく、具体な感覚に基づいた平和観を育てることができるでしょう。これらの展望は、単なる研究の話ではなく、実際の政策や教育、福祉サービスの設計にまで広がる可能性を秘めています。大江健三郎さんと光さんが示した共生の音楽学は、障害という個別の課題を超えて、人間全体が抱える脆さと、互いに依存し合って生きるという問題への答えを提示しています。私たちがこの遺産をどう使い、次の世代へどう引き継ぐかは、今この瞬間の社会な選択にかかっています。最後に、光さんの音楽が持つ、時間を再生産する力を改めて強調したいと思います。光さんが作り出すメロディーは、過去の傷跡を音の波として作り直し、今の聴衆に新しい意味を考えさせる、音の記憶装置のようなものです。この装置は、個人の感覚が持つ時間の伸びを利用して、歴史なトラウマを現在の平和な行動へと変える可能性を秘めています。大江さんはその可能性を見抜き、文字という時間の媒体に音の記憶を埋め込むことで、読む人の心に永遠に響き続ける共鳴を生み出しました。したがって、光さんの音楽と大江さんの文字は、互いに補い合う二重らせんのような構造として、未来の共生社会への設計図を提示し続けているのです。光さんと大江健三郎さんの共生哲学は、2021年以降、国内外で様々な影響を与え始めました。まず、東京芸術大学と京都市立芸術大学が共同で開催した感覚の交差点展では、光さんの即興作品と大江さんの未公開エッセイが同時に展示されました。来場者はヘッドセットを使い、音と文字を同時に体験することができました。この展示では、来場者の脳波や感情をリアルタイムで解析し、空間全体が感覚なフィードバックの輪として機能する実験な試みが行われ、国際なメディアでも大きく取り上げられました。この成功を受けて、
2022年には欧州連合の文化プログラムであるクリエイティブ・インクルージョンの枠組みで、ベルリン、ハンブルク、パリの3都市を巡る展示が行われました。特にベルリンでは、ドイツ連邦議会の教育委員会が主催するシンポジウムが開かれ、障害者権利条約と大江さんの倫理観を照らし合わせた議論が行われました。ある議員は、自分たちの法制度における共生という概念が、文学と音楽という二重らせんから新しい刺激を受けた、と宣言しました。教育現場への導入例としては、2023年度から北海道札幌市の公立中学校で始まった共感読解プログラムがあります。これは、大江さんの小説、個人な体験の抜粋と、光さんの静寂の呼吸シリーズを教材にするものです。授業の中で音声とテキストを交互に提示し、生徒たちの感覚な共鳴を促します。この実践結果は全国教育研究所の報告書に載り、感覚過敏を持つ子どもの学習意欲が高まったことや、障害のない生徒の感受性が広がったことに顕著な効果があったと評価されました。政策レベルでも影響が出ています。2024年に成立した感覚福祉推進法の草案は、大江さんが晩年に唱えた弱さの哲学を法律の枠組みに落とし込もうとする試みとして、厚生労働省の専門委員会で検討されました。この草案の核心は、感覚データの所有権を個人に持たせ、医療や福祉で AI を使う際には必ず本人の同意を求めることを明記する点です。光さんの音楽データが商業に利用されるケースが増える中で、こうした法な保護は、完確な自己決定権を確立することに直結すると論じられています。国際な比較研究については、2025年に始まった日米共同プロジェクト、センソリーコエグジスタンスネットワークが注目されています。このプロジェクトでは、アメリカのサンフランシスコで活動する障害アーティストのマリア・ロペスさんと光さんが共同で開発した感覚モジュレーション装置の実証実験が行われました。両国の文化な背景が感覚表現にどう影響するかを分析したところ、アメリカ側では個人の再構築が強調され、日本側では共同体としての再統合という傾向が見られ、共生モデルの多様性が示されました。各時代の平和教育に関しては、2026年に広島平和記念資料館が言った、音と文字の平和対話ワークショップが好評を博しました。ここでは、大江さんの短編小説、核の子供たちと、光さんの放射線の残像シリーズを組み合わせ、参加者が自分の感覚を通じて核兵器の恐怖と平和への願いを再認識する場を作りました。参加者の一人は、文字だけでは伝えきれない恐怖が、音によって具体に表現され、心に深く刻まれたと語り、感覚なアプローチの有効性が証明されました。さらに、AI 技術との融合も進んでいます。2027年に東京大学情報学部が、光さんの音声データベースをもとに、生成系 AI のエコージェンを開発しました。これは光さんの感覚過敏のパターンを模倣し、新しい音楽作品を自律に作り出す実験です。この AI は大江さんの文体解析結果と連動しており、文字と音を自動に結びつけ、読者がテキストを読む際に最適な音響環境を提供する感覚拡張モードを実装しています。初期版は国際 AI 倫理会議で、障害者の感覚表現を尊重した AI の新しい可能性として高く評価され、今後の商業利用や公共文化事業への導入が期待されています。このように、光さんと大江健三郎さんの共生哲学は、単なる個人の記録ではなく、教育、福祉、法律、国際交流、そして AI 技術という多くの分野にわたる実践な基盤へと変わっています。重要なのは、彼らが示した感覚な共鳴が、単なる理想ではなく、具体な行動の指針として社会の仕組みに組み込まれている点です。例えば、地方自治体が策定した感覚インクルジョン計画では、公共の場所の音の設計や情報を目で見えるようにする取り組みだけでなく、障害を持つ人たち自身が企画や運営に加わる仕組みが作られています。これにより、住んでいる人みんなが、音や触覚などの感覚についての理解を深めることが目指されています。
今後の課題として、感覚に関するデータを長い間保存し、次世代に引き継いでいくことが挙げられます。光さんの音源は、デジタルの劣化やフォーマットの廃止という危険にさらされています。国立国会図書館は、感覚遺産保存プロジェクトを始動させました。このプロジェクトでは、ブロックチェーンという技術を使って、データを分散して保存するネットワークを作ろうとしています。これにより、データの改ざんを防ぎ、誰のものかを明確にすることができ、将来に時代を超えて感覚な財産を共有できる土台を作るのが目です。光さんと大江健三郎が築いた感覚共生の新たな地平について、具体な事例と今後の展望を交えて述べます。2028年に開催された共生芸術シンポジウムでは、大江健三郎の意向と光さんの未公開音源が同時に上映されました。国内外の研究者や芸術家が集まりました。シンポジウムのハイライトは、光さんが若い頃に経験した感覚過敏のエピソードを再現したインスタレーションです。来場者は専用のヘッドセットをつけ、文字情報と音響情報が同期する空間に入ることで、文字だけでは伝わりにくい未体性の感覚を体験しました。参加者の一人は、文字が持つ抽象な重みが音によって具体化され、まるで自分自身の記憶が呼び起こされたようだと述べました。これは感覚共鳴が学術議論を超えて個人の内面に浸透した瞬間として評価されました。2029年に始まった感覚の応援プロジェクトについて触れます。このプロジェクトは、障害を抱える子どもたちと高齢者が一緒に野菜を育てるという試みです。作業中に光さんが作曲した自然音楽が流れる仕組みが導入されています。作業のリズムに合わせて土壌の湿度や温度がリアルタイムで見えるようになり、参加者は目と耳の両方で成長過程を把握します。大江の随筆、土と語らうに見られる自然への敬意と、光さんの音楽が持つ時間の層を結びつけることで、農作業そのものが哲学対話の場となり、地域社会全体に感覚包摂のモデルを提示しています。2030年には、世代横断感覚対話ネットワークが構築されました。全国の小中高校と福祉施設がオンライン上で定期に交流を行っています。ここでは、大江の小説に登場する声なき声をテーマに、若者が自らの感覚体験を短編動画で表現し、障害者側がそれに対して音楽リフレインを付与する形で相互補完が図られます。これにより、文字と音の二重コードが新たなコミュニケーション言語として機能し、従来の言語障壁を超えた共感が醸成されています。国際視点では、2031年に日曜共同研究チームが設立した核廃絶感覚アーカイブが注目されています。欧州連合の文化遺産部門と協力し、大江の核文学作品と光さんの放射線音楽をデジタル保存するだけでなく、被爆体験者の感覚記録を匿名で集め、AI 解析に供することで、核災害が感覚に与える長期影響を目に見えるようにしようとしています。初期分析では、被爆者の聴覚過敏が時間経過とともに変わり、特定の周波数帯がトラウマの再活性化に関与していることが示唆されています。平和教育カリキュラムへの組み込みが検討されています。技術側面でも、2032年に東京工業大学と光さんの遺族が共同で開発した感覚ハイブリッドインターフェースは、脳波と皮膚電位をリアルタイムで測定し、文字入力と音響出力を同時に制御できる装置です。この装置は、大江が晩年に語った言葉は身体の延長であるという概念を具現化し、障害者が文字を打つたびにその情緒が音色としてフィードバックされます。実証実験の結果、利用者の自己効力感が顕著に向上し、従来の支援技術との差別化が明確になりました。政策面では、2033年に厚生労働省が策定した感覚福祉総合戦略に、本校で取り上げた諸施策が正式に組み込まれました。戦略の柱として掲げられたのは、感覚データの倫理取扱基準の制定、公共空間における多感覚アクセシビリティの標準化、
感覚芸術教育の全国展開です。特に、感覚データの所有権を個人に帰属させる条項は、大江が提唱した弱さの哲学を法制度へと昇華させる重要な転換点と位置づけられ、各自治体での施行が進行中です。私たちが今後直面すべき課題として、感覚遺産の世代間継承と倫理利用の二重課題が挙げられます。感覚データは時間とともに意味が変わりやすく、単なる保存だけでは不十分です。そのため、2034年から始まる感覚リテラシー教育プログラムでは、子どもたちが自らの感覚体験を言語化し、音楽に再構築するプロセスを学びます。これにより、感覚遺産が受動な保存対象から能動な創造資源へと転換され、未来の共生社会の礎となるでしょう。光さんと大江健三郎が示した感覚共生の軌跡は、個人体験の枠を超えて、教育、福祉、法制度、国際協働、先端技術という多層領域へと広がり続けています。その根底にあるのは、感覚という最も原初な人間性を尊重し、共鳴させることで、社会全体が持つ潜在な平和思考を顕在化させるという信念です。私たち一人一人がこの信念を胸に、日常の細部にまで感覚配慮を織り込むことで、真に包括かつ永続な平和への道筋を描くことが可能になると確信しています。